ティーチングプロの竹内由美子です。今日はナッパラゴルフクラブ一本松コースにお邪魔してます。これから夏ゴルフ、気温が高くなってきて、このラフですね。ラフも元気に育ってます。今梅雨時期ということもあって、雨でそして湿っている、そして伸び盛りというね、この手強いラフ対策っていうのを中心に今日はお伝えしたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。じゃあ今日のレッスン始まるよ。まずラフといってもいろんな長さがあったり、芝の種類がちょっと違ったりします。で、よく見ていただくと、芝、日本でよく見られるラフの野芝っていうとこですね。こういう風なシャバシャバした、ちょっとヘッドがあまり引っかからない野芝っていうのと、ここちょっと見ていただくと色が濃いの分かりますかね。グリーン、濃い緑です。そして、ちょっと密度がね高くて粘っこいような、クラブの通りが悪いような芝の種類です。で、この種類を見極めると。で、もう一つここにはちょっとないんですが、ティフトン芝といって、くるくると巻いたような芝が混じっているところがあります。で、その芝を見極めていただいて、何が大事かっていうと、このクラブがスッと通るかっていうことですね。突っかかってしまわないかっていうのがまず1点です。芝の種類を確かめようということです。そして、2番目ですね。2番目はその芝がどっちを向いているかということです。自分が打つ方向に向かって、向いている順目の芝であればそんなに、問題はないです。で、逆目の芝ですね。自分の打つ方向に対して逆目になっている芝というのはやっぱり突っかかりますので、そのあたりの見極めをしていきます。それが2つ目ですね。目の向きです。で、3つ目、長さですね。長さ。芝の長さが、すごくこのように、例えばご自身の足首ぐらいまで来るぐらいの深さがある深いもの。そしてその深い芝の上にボールが乗っているか、中くらいにあるのか、一番下に潜っている、沈んでいるのかと。その芝の長さとボールがその高さ、どこの高さにあるかっていうね、そこでクラブとか持つクラブ選択が全然変わってきます。で、短い、ラフっていうのはそんなに影響ないので、そんなに気にしなくていいですが、この深いラフの時っていうとこが問題になります。その3つをちょっと、見極めて、簡単な方からね、実際にどういうクラブで打ったら失敗ないかっていうのをお話ししていきたいと思います。はい。では、実際、セカンド地点に来たところで残り140ヤードぐらい、平均的なパー4のセカンドの距離っていう想定でお話をさせていただきます。ラフ来ました。そして短いラフではそんなに影響がないので、ほぼほぼ普通に打っていただいていいんですけど、やはりちょっと難しい時がこの長いラフのそこにちょっとボールが低いところに埋まってしまったような状況ですね。で、こういう時はまず順目であればそんなに問題ないんですが、逆目の場合とか、あと横に目が向いてる時ってあります。そういう時って本当正直どっち飛ぶかわからないし、男の人で結構腕力とか強い人は草ごとバンと持っていけるんですけど、私たちみたいに女子とかはやっぱり手の力少ないので、なかなか深いラフというのは難しいです。で、力がある男子の方でしたら多分140ヤードぐらいって言ったら、もうラフからやったらピッチングとか打たれると思うんですね。で、ラフからご存知の通りスピンがかからない、このクラブのこの溝と、それからボールの間に草が挟まりますので、スピンかからないです。それでフライヤーといって、ノースピンで飛びすぎたりっていうのがあります。で、何気をつけるかっていうと、やっぱりその飛びすぎですね。フライヤーになってしまって飛びすぎて奥行くっていうのが最も、恐れるべきです。で、それを考えますと、フライヤーにならないようになるべくちょっとできる限りでスピンを入れていきたいと。で、まずラフで気をつけることですね。フェースを必ず開きます。で、上がフェースが12時だとしたら、
ちょっと12時半とか、1時とか自分なりにこうちょっと、12時半1時で1時半2時みたいな開き具合っていうのを自分なりに試してみます。そしてフェースを私ちょっとじゃあこれラフ深いので1時ぐらいとします。それでこのフェースがね抜けるかどうかっていうのをこのラフのここで確かめます。でフェースが抜ければなんとかボール出せるんですね。で開き具合がこうちょっと突っかかったとすると開き具合が少ないのでもう少しフェースをとにかく開きます。そして必ずクラブのこのヒールですね。このヒールの部分から草に入れていく。で、これがちょっと鋼のような鋼っていうかなシャープなこう切れ味のいいカミソリのようなイメージでスパッと草を刈ってしまうようなイメージをも打ちます。素早く打ちます。ズルズルとやると、出ないのでそれが一つでスペース開く。で2つ目は、若干開いたフェースのまま来るんですけどちょっとカットに入れたいです。インサイドから来ると少し突っかかってしまうので若干オープンに立ってフェース開いて、自分のオープンスタンスのこの左目標よりターゲットの左を向いた体に沿って、振ります。そうするとターゲットよりは、少しカット打ちに入るっていうことでフェースを開く。そしてカットというかこうインサイドに振らないですね。で打った後もフェースをこう、草に負けて閉じてしまわないようにちょっとグリップはきつく持ちます。でブラしたくないので、ちょっと短く持ちます。ここを長く持ってしまうとフェースがグラグラしますので開いたフェースをそのままこう維持できるようなイメージです。開いたままカットに打つ感じです。そして、この感じで打ってもらったら、力があればですね、このぐらいのボールの沈みでしたら多分ピッチングで130ぐらい、キャリーが出てで回転があって転がってで140ぐらい乗るって感じです。で一応ボール止めにくいので、手前から行くっていう考えを持ちます。でそのやっぱり実践でこのさっき言った芝の種類とかで草の噛み具合全然変わるんで、それは実践で自分がどれくらいこうキャリー出せるのかっていうのを試してみるっていうのが必要になります。はい、それで女子の場合ですね力がない人でローハンディの人やったらこれぐらいでしたらそうですね9でギリギリ出せるかなって感じですかね。でちょっと力のない人やったらもうこれぐらい沈んでたら、ちょっとヘッドが重たいウェッジ類でとりあえずしっかり出すっていうことをお勧めします。力のある方やったらもう9番ぐらいで、コック使ってこのヒールからカットにこう開いていくっていうようなイメージで打ってもらいます。これ一番手強いと思います。はい。で2番目ですね。2番目でラフに来た時はボールがこのラフのどの部分にあるかっていうことを必ず見極めてください。なので必ずこう素振りをしてこれだったらボール沈んでるんですね。なのでボールが沈んでる地面までヘッドがちゃんと入ってるんだろうかっていうこういう素振りをしてこのボールが沈んでる高さまでヘッドがちゃんと入ってるっていうことを必ず確かめてください。で軽い例えばこれ9と7なんですが、重たいのは9番です。でウェッジの方がもっと重たい7軽い。で軽いヘッドだと落ちていかないのでできたらこういうちょっと9番とか重さを使ってしっかり下までヘッドが入るようにっていう、クラブ選択っていうのも大事になります。はい、それで、2番目ですね。じゃあ次この草の真ん中にボールが浮いた状態沈んではいないけど途中にこう草の真ん中にこういう感じですね。でこれって空中に浮いてるような状況なので、この時に気をつけないといけないのは近くで素振りをしすぎるとボールがこう動いてしまうのでちょっとこういう時は浮いてるなと思ったらあんまり近くで素振りなどをせずちょっと離れたところのよく似た草のところで素振りをするようにそれは気をつけてください。で空中に浮いてますので、実際自分の傾斜によりますが基本的にはレベルとすると空中に浮いているのでつま先上がりと同じ感覚で打ちます。クラブはソールしない空中に持ってる感じです。でつま先上がりと一緒なので短く持ちます。そしてラフなのでやや開きます。で開いていってフェースターンをしないですね。さっきと一緒です。ちょっとオープンに立って、
開いたままのフェースでこのヒールから草を横からこうカットするような感じでいきます。よく言われるのが、ちょっとラフって打ち込んだ方がいいのとか言わはるんですけど、打ち込むと鋭角に入ってくるのでフェースが抜けないんで、やはり上げる時はコックですけど、横からは必ずこう鋭角に入れすぎないようにしていくことが大事かなと思います。で、比較的浮いてるのはこれ中間にあるっていうのはそんなに難しくないです。なので、ご自身の普通140打たれるクラブか、またちょっとスピンが入らないかもしれないので、1個クラブを落として短いクラブでやはりランが出るかもしれないので手前から。あと、浮いてるのでつま先上がりっていうとボールが左に飛びやすいです。だから140をもしピッチングで打つとなると左へ飛ぶ可能性もあるので、ちょっと9番1個上げてクラブを上げて、そしてコンパクトにこう打っていくっていうイメージが大事かなと思います。パーンと振っちゃうとどこ行くかわからないちょっと状況っていうことが言えると思います。はい、そして、3つ目ですね。このラフのめったにないんですけど、ちょっと草がこうしっかりしてて、上にこう浮いたような状態ですね。ちょっと野芝とかの時にこんな感じでちょっとボールの上に乗っかった状態ですね。で、140ぐらいを例えばピッチングで打たれる方が、こういう時によくミスするシングルハンディの人とかよくあるんですけど、ドライバー飛びました。で140なり100ヤード切ってきた。それで52度58度でこういう状況から打ちます。意外とだるま落としで飛ばない。この、フェースのやり方むちゃくちゃ難しいんですね。で、こういう時にちょっと気をつけなければならないのが、ロフトを必ずですね、立てて横から打つっていうこう感覚が必要です。これ58度なんですけど、例えばこれさっき140って言いましたけど、100ヤードこの状態で残ったとします。そしたら58度で飛ぶ男の人とかね、しっかり58度でフライヤーするかもしれないから58度行きますって言った時に、下くぐりになりやすいです。なので、そういうミスが多い方はやはりクラブ選択としては58よりは52度とかちょっとロフト立ってるものをまず選んでもらって、そして、こう下くぐりっていうのはこうフリップのような右でこうほどけてしまうことが多いので、必ず、やっぱハンドファーストですね。体とこう一緒にボールを横からロフトを立てて入れるっていうようなイメージを持っていきます。ここで緩んでしまわないようにってことですね。で、これはコースで芝の頭ですね。芝の頭をかすかにこう、触れるっていう素振りをしてもらって、その高さで芝の頭ギリギリを、水平に鋭角入射角をつけないということです。レベルで横から吐くっていう、ものすごくこれ結構一番上級者にとっては難しい。沈んでる方が楽です。で、普段からティーアップをね、ドライバーぐらい高くして、そしてこんな高いティーアップを練習場でサンドウェッジでティーを打たずにボールを横から払うとか、そういう練習をしとかないといきなりコース来てちょっとできないかもしれない。だから練習場でね、ティーアップして打つのはドライバーだけじゃなくて、こういうサンドウェッジをティーアップしてカツンカツンとボールを、草を払わずにね、横からボールだけ捉えるみたいな、そういう練習をしておくといいかもしれません。はい。以上が一応ラフからの、注意点っていうかね、見極めになります。はい。今日のレッスンいかがでしたか？今日はラフからの打ち方ですね。3つちょっと見極めっていうのをお伝えしました。まず、芝の種類ですね。ラフといってもいろんな種類があるので、ヘッドがこう抜けやすい芝なのかっていうのを必ずこう確認する。それから芝の目ですね。どっち向いてるかっていうので全然打ち方変わるので、逆目であったり横目であったり、打つ方向に対して目がこう、横向いてるっていうのはかなり危険なので、あまり無理しないでそこを見極める。で、3つ目はラフの、中で沈んでいるのか中ぐらいに浮いているのか一番上に浮いてるてっぺんにあるのかね、そのボールの高さを見極める。
そして高さに沿って打つ練習っていうのはティーアップして練習場でもできるので、そういうのは準備をしているということですね。であとはフライヤーになりやすいから、クラブ選択ヘッドがちょっと重たい方が沈んでる場合はラフに下まで届きますし、そうでない場合っていうのはつま先上がりと一緒になるので、クラブ選択大きめを持ってボールを横からっていうようなことをねしながら、いずれの場合も、このフェースのこの溝とボールとの間に芝が挟まるっていうことを常に意識して、少しボールが上がりにくい、飛びすぎる、転がるっていうことを考えて攻めていくっていうのが大事になります。直接グリーンに乗せてしまうっていう考え方はラフからはちょっと危険なので、できたらちょっと手前からっていうことですね。っていうマネジメントをやってみてください。今日のレッスンが良かったな、役に立ったなっていう方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。サンクスボタンも待ってます。では次回の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。